さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。123回目の今回は、現役時代はセリーグで初の外野手でのダイヤモンドグラブ賞を受賞し、引退後は監督や GM を様々な球団で、務めた選手の紹介になるよ。その選手とは、巨人23年在籍していた、高田茂選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。高田茂、1945年7月24日生まれの76歳、大阪府大阪市住吉区出身の元プロ野球選手だよ。引退後はコーチ、監督を務めていたよ。その後は横浜 DNA ベイスターズの GM を経て、現在は電 A フェローを務めているよ。中学校時代は成績優秀であったため、当初は岸和田高校への進学を希望していたが、野球をしたいがために途中で志望を変更。最終的には1961年に浪小高校へ入学し、1年時は夏の甲子園に出場したよ。準決勝では、甲子園で2度敗れている法政二高と対戦し、尾崎と法政二高のエースの柴田との投げ合いとなり、延長11回の末4対2で勝利。決勝では桐蔭校に1対0でこうして優勝を飾り、高田は1年生で唯一のベンチ入りメンバーとなっていたよ。2年時の1962年から投手に回り、夏は大阪大会準々決勝で、広告賞に敗退。3年時の1963年夏は大阪大会準決勝に進出するが、PL 学園に2対3で惜敗、甲子園には届かなかったよ。子供の頃から南海のファンであった高田は、高校在学中に鶴岡監督から、内野手として取るから来てほしいと誘われるが、高校卒業後の1964年に明治大学へ進学。東京六大学リーグでは、優勝こそなかったものの、1年時の同年秋季から、7期連続ベストナインを受賞し、7度のベストナインは現在も六大学記録だよ。1965年にマニラで開催された、第6回アジア野球選手権大会、主将となった4年時の1967年に東京で開催された、第7回アジア野球選手権大会に連続出場、いずれも日本の優勝に貢献したよ。高田はリーグ通算102試合に出場し、打率3割3分1厘、5本塁打、29打点、48盗塁を記録。また通算127安打は、2015年に明大の後輩で左打者の高山が更新するまで、東京六大学記録であったが、右打者では現在も歴代最多だよ。大学進学後も南海が第一志望であったが、1967年のドラフト1位で巨人に入団。背番号は8となったよ。1年目の1968年は開幕2戦目から1番センターで起用され、6月末には高倉に代わりレフトに定着。規定打席には届かなかったが、120試合に出場し打率3割1厘、23盗塁を記録して新人王を獲得。同年の阪急との日本シリーズでは、全6戦に1番打者として出場し、シリーズ MVP を受賞。2年目の1969年には120試合に出場し、打率2割9分4厘で、初のベストナインを受賞。1971年には127試合に出場し、打率2割7分、38盗塁を記録し、柴田を抑え初の盗塁王となるよ。1973年には121試合に出場し、打率2割5分1厘を記録し、南海との日本シリーズでは、シリーズ優秀選手賞を獲得。1975年のオフには日本ハムから張本が移籍。張本がレフトを希望したこともあり、長島監督からサードへのコンバートを通告。高田は正月返上の猛特訓で三塁守備をものにし、1976年開幕からサードとして定着。同年は118試合に出場し、打率3割5厘の成績を残し、ダイヤモンドグラブ賞を外野手に続いて獲得。ちなみに外野手、内野手両方での受賞経験は史上初だったよ。1977年の127試合に出場し、打率2割9分6厘を記録し、阪急との日本シリーズでは、全5試合で安打を記録、20打数6安打の成績を残したよ。その後1980年には中畑に定位置を譲り、主にレフトして出場。自身初のリーグ最多犠打を記録するも、81試合の出場で打率1割8分9厘と過去最低を記録。10月に長島の監督解任があり、高田も守備の衰えを感じたという理由で、35歳の若さで現役引退を決めるよ。引退後は NHK 野球解説者を経て、1985年から1988年まで、日本ハム監督を務めたよ。初年度は、総得点が総失点を上回った歴代のチームの中では、史上最低の勝率を記録し、1985年、1986年と2年連続5位、1987年から1988年は、2年連続3位で A クラスとなったよ。この間には後に、ミスターファイターズと呼ばれるようになる田中幸雄を見出し、レギュラーに育て上げているよ。
退任後は再び NHK 野球解説者を務め、1992年には古巣の巨人にヘッドコーチとして復帰したが、藤田監督の退任に伴い1年で退団。その後は日本テレビ、ラジオ日本の野球解説者を経て、再び巨人に復帰。1996年から1997年までは、1軍外野守備走塁コーチ、1998年から2001年は2軍監督。その後はラジオ日本野球解説者を務めたよ。2005年から2007年にかけて、日本ハム GM を務めたよ。2006年にチームは日本シリーズを制し、アジアシリーズでも優勝。アジア一を経験した日本初の GM となり、2007年も日本ハム初のパリーグ連覇を達成しているよ。編成権を握るチーム統括部などと、積極的に会議を繰り返し、現場経験者としてアドバイスを送り、就任初年度はチーム遠征にも同行。日本ハム GM 職初仕事となった、ダルビッシュ有の入団交渉に際しては、ダルビッシュの母が現役時代の高田の熱烈なファンであったため、指名の交渉をスムーズにしたと言われているそうだよ。そして2008年より、ヤクルトの監督に就任。背番号は現役時代の番号を重ね合わせた88となったよ。高田率いるヤクルトは機動力を重視し、スモールベースボールを掲げ、かつて GM だった日本ハムから川島、押本、橋本、萩原が移籍。2008年シーズンは、福地がリードオフマンとして活躍。またチーム事情でサードだった飯原が本職のレフトに、空いたサードには宮本がコンバートされ、ショートには川島を起用。ファーストには中盤以降ファームの主砲であった畠山が起用され、福地が42盗塁を記録。また積極的に盗塁することで、チーム盗塁数が12球団最多の148を記録。投手陣は、村中、押本、松岡など若手の台頭でチーム防御率も3点台に前年より回復。前年の最下位を脱出し5位となったよ。2009年も積極的に補強に乗り出し、森岡、吉本、田中を獲得し、また球団史上初の FA 選手として、横浜から相川を獲得、さらに開幕直前に楽天から一条をトレードで獲得。そしてシーズンでは、チームを3年ぶりの A クラス入りへ導いたよ。2010年の開幕当初は、3カード連続勝ち越したが、4月中旬以降になり急激に失速。5月には交流戦が始まってからは全く勝てなくなり、球団に進退伺いを出す事態となったよ。6連敗となった5月20日、球団から慰留を受け、一度は辞任を思いとどまるものの、その後も2連敗。5月26日には一部メディアで、辞任と報じられ、本人は一旦は否定したものの、同日の楽天戦でも敗れ9連敗。試合後、改めて辞任を申し出て了承されたよ。ここまで13勝32敗1分けの借金19で、リーグ最下位。特に4月24日以降は、2勝20敗と大きく負け越し、後任には、ヘッドコーチの小川がシーズン終了まで、監督代行を務めることとなったよ。辞任のきっかけは、連敗に対しての少年ファンから、高田、やめちまえ、と罵声を浴びたことが、最終的に辞任に踏み切らせたそうだよ。退任後の2011年には、テレビ北海道ギャオラ野球解説者、日刊スポーツ野球評論家を務めていたよ。そして2011年12月5日、横浜 DNA ベイスターズが GM を新設したのに伴い、その初代 GM に正式に就任。なお同日の就任会見の席で、監督就任を要請していた工藤の起用断念を発表したよ。その後中畑が DNA 初代監督就任決定を発表。その後2015年10月、最下位となった責任を取り、中畑が監督を辞任したため、アレックス・ラミレスを一軍監督に抜擢。そして2018年10月11日、球団から退任が発表。25日に行われたドラフト会議では、1位指名がオリックス、ソフトバンク、広島と競合した小園の抽選で、くじ引きの場に立ったが外し、球団は上茶谷を獲得したよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。1970年代後半期に、カラフルなグローブを使う選手はおらず、そのような中で高田は青いグラブを愛用しており、アドバイザリースタッフ契約している水野では、高田モデルの青のグラブが人気があったよ。手袋も青いものを使用して、同時期に活躍した赤い手袋の柴田と、対照的な人気があったよ。工藤との交渉で難航していた頃、高田はふと中畑のことが頭に浮かび、自宅の柿の木になっていた甘柿を取り、普段着のジーパン姿のまま自転車で中畑を訪れると、工藤の条件が厳しくて、もし破談になったら、監督をやってみる気はあるかと中畑に柿を渡しながら告げると、返事もまともに聞いていないのに、翌日にその後中畑が監督就任決定を発表。中畑は後に、今考えれば、あの甘柿が契約金だった、と語っているよ。さあ、今回はこの辺にしておくよ。
編集してみての感想は、GM としての印象しかなかったため、選手時代の方が新鮮に感じたね。選手として、外野から内野もこなすことができる器用さもあったことから、巨人の V 級に繋がったんじゃないかな。監督や GM でも、現役時代の人気もあり様々なところで活用できていた印象だね。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。